皆さんは、芸妓という職業をご存知でしょうか？江戸時代、吉原では、花魁、つまり、遊女を迎えるために、太鼓持ちや芸妓を呼び宴を催すのが習わしでした。遊女と芸妓は全く違う職業であり、遊女はつまり、色を売る女性、芸妓は、読んで字のごとく、芸を売る女性であり、舞踊や、音楽、鳴り物で宴席に興を添え、客をもてなす女性のことを言いました。そんな芸妓でしたが、多遊遊びが下火となった江戸時代中期頃から盛んになった職業の一つでもありました。さてそんな芸妓の中でも、幕末にとんでもなく男たちから愛され、桁違いに貢がれまくった女性がいたのです。まさに今でいうアイドルのような存在でした。その芸妓は、明治の豪傑たちから、今で言うならば巨額を貢がれたのです。その額なんと現在の価値にして数億円。その芸妓とは誰なのか？どんな人生を送ったのか？そして一体誰がそんなに貢いだのか？ぜひ最後までご覧ください。さてその芸妓、歌舞伎役者、五代目中村歌右衛門においては、こんな芸妓、生涯二度とお目にかかるまい。と言わしめたのでした。彼女は、京都は祇園、井筒屋の名妓でした。幼少期より歌や舞に優れ、ボタンや百合の花の剣を奪ってしまうほど、と評されていたほどの芸妓。その名はエラカヨ。エラカヨは、文久2年、1862年3月、京都は花鳥の宮家に仕えるエラ千尋の娘として、祇園社のそばに生まれました。父親千尋は、大和王子四条に道場を構え、武道を教えており、家柄もあってか、おかよは気品があり、また、美しいだけでなく芸事にも優れていました。生家は、京都祇園社の近くで、花町に近いこともあり、おかよは、祇園井筒屋から舞妓としてデビューしました。そして瞬く間に売れっ子になります。おかよの美貌の噂は、日増しに今日中に広まっていきます。そして、あっという間に、今で言うと、芸能人のような存在になっていったのでした。そんなおかよの噂を聞きつけてやってきたのは、後に首相となる、西園寺金持ちでした。彼はおかよの美貌に夢中になり、恋をしてしまいます。そして、おかよを自分の正妻として迎える、と申し出たのです。その時おかよはまだ13歳でしたが、そのとんでもなく美しい少女を手に入れるために、西園寺金持ちは、おかよを妻として、東京に連れて帰ったのでした。しかし、実は西園寺家には、代々正妻を迎えないという、家訓があったのです。おかよを東京に連れてきたものの、結局一族の大反対により、西園寺金持ちはしぶしぶ、数ヶ月後に、13歳のおかよを、祇園井筒屋に返すこととなります。ところで西園寺家がなぜ正妻を迎えないかといえば、琵琶の宗家の家柄であり、琵琶の本尊である弁財天の嫉妬を恐れたからだそうです。さて、おかよには、祇園井筒屋に帰るときに、西園寺家より、豪華な着物や、調度品、そして、莫大な手切れ金が贈られました。そのことが京都では噂となり、あの西園寺金持ちを虜にした、天下の美少女として、さらにその名声は高くなっていきました。そして次第に、社会的地位や、経済界の大物たちの憧れの的となっていったのです。その時まだ13歳だったおかよ。13歳とはいえ、一度結婚し、大人の女性へと成長していたのでした。そして、新たな出会いがやってきます。次におかよの虜になったのは、木戸孝允でした。木戸孝允は、天保4年、1833年生まれ、日本の幕末の長州藩士であり、明治時代初期の政治家です。明治維新の元勲、つまり、国のために大いに働いて、功績を上げた者として、大久保利通や、西郷隆盛と共に、維新の三傑、の一人に数えられています。また、木戸孝允は、173センチメートルの、当時としては大柄で、非常に美男子であったそうです。実は当時、木戸孝允には、元は芸妓であった、生松という、命がけの恋愛の末結婚した妻がいました。しかし木戸孝允は、生松という妻がありながら、おかよの美しさに一目惚れし、密かに愛人としたのでした。それほどおかよには魅力があったのでしょう。そして木戸孝允は、おかよに、衣装代として、3000円、つまり、現在の価格に換算すると、1000万もの金額を、譲渡する約束をしたのでした。惚れた女には貢ぐ額も厭わないようですね。また、それは、愛情表現でもあったのでしょう。おかよも、幼い頃から、芸妓として、多くの男性を渡り歩いていたでしょうから、自然と男性の心理も知り尽くしていたかもしれません。もしくは、男性を虜にする天性の才能があったのかもしれません。
そんなおかよでしたが、おかよもまた、木戸孝允を愛していたようです。木戸孝允は、人を滅多に褒めないという、維新の三傑の一人である、大久保利通にもその人柄を認められるような男でした。立場や上下で人を差別しない、ざっくばらんで陽気、周りからは、とても頼りにされるような、人望厚い人物だったのです。男女問わず、誰からも慕われる人であり、おかよも、そんな木戸孝允に、自然と惹かれていったのでしょう。そして、木戸孝允はといえば、東京におかよを呼び寄せたり、自分が暇を見つけてはおかよに会いに行ったりと、おかよに夢中だったそうです。よほど一緒にいて楽しかったのでしょうね。おかよは、もしかしたら、いつか木戸孝允の正妻となれると思っていたのかもしれませんし、また、なりたかったのかもしれません。こんなエピソードが残っています。祇園祭りの時、おかよは女官姿で、当時とても珍しかった要件を従えて練り歩いたそうです。しかしその道中で、泥道で袴が濡れてしまいました。そこで強気なおかよは、高価な着物である袴の、汚れた裾を、見物人の前で切ってしまったのです。人々からは、あんな高価な着物を、おかよに与えたのは誰なのか、と噂になり、結局、着物を買い与えたのが、木戸孝允だとバレてしまったそうなのですが、これは、わざと木戸孝允との関係を、みんなに知ってもらいたい、というおかよの、いわゆる匂わせなのではという見方もできます。もしそうならば、女性らしさが垣間見えるお話ですよね。しかし1877年、木戸孝允は、43歳で急死してしまいます。おかよは、木戸孝允の死に非常にショックを受けました。一生男は持たないとか、祇園会の練り物にも出ない、と宣言したのでした。よほど木戸孝允のことが、好きだったのでしょう。それを聞いて飛んできたのが、千円札にも登場した、伊藤博文でした。とにかく大物しか、おかよには寄ってきません。伊藤博文は、おかよが祇園会の練り物に出ないというのを聞いて、お金はいくらでも出すから出た方がいい、と、申し出ました。おかよの衣装代を全額支払い、おかよは、奥女中風に装い、またしても要件を連れて、練り物会に出たのでした。当時伊藤博文にはたくさんの愛人がいましたが、中でもおかよは、別格の扱いだったようです。女好きの伊藤博文も、あれほどまでに入れ込んだのはおかよくらいだろうと、祇園中で、取り沙汰されていたようでした。さらにおかよは、持って生まれた美しさ、そして幼い頃から男たちにもてはやされてきた自信からでしょうか。かなり強気な性格で、木戸孝允や、伊藤博文はもちろん、当時の大物たちに大金を平気で使わせています。男たちは、とんでもなく美しく、わがままなおかよに夢中でしたし、喜んで貢いだのです。アイドルのようなおかよを手に入れるということは、もはや、男たちの一種のステータスとなっていました。ところでおかよは、プロマイドのような感じで、写真をたくさん残していました。おかよは様々な、今でいうコスプレをして写真を撮らせています。写真はよく売れたので、日本中がおかよのことを知っていました。もしかしたら自分自身をプロデュースする才能も兼ね備えていたのかもしれません。さて、伊藤博文の寵愛のおかげで、何か行事があると、白い救助姿に、当時としては非常に高価な要件を連れて、練り歩きました。しかし、伊藤博文とおかよの仲は、3年も持ちませんでした。伊藤博文は、今までの男たちのように、おかよに贅沢をさせなかったのです。女を満足させられないなど、男の家に入りませんよ。と、おかよが言ったかどうかはわかりませんが、それが原因で、おかよから見下り犯を突きつけられたそうです。引く手あまたのおかよでしたので、大してお金もくれない伊藤博文と我慢して付き合う必要もなかったのでしょう。結局おかよは、三井財閥の一族である、豪商、三井源右衛門に落籍、つまり見受けされたのでした。おかよは、源右衛門の妾という立場でしたが、ほとんど正妻と変わらぬ扱いだったそうです。そしておかよもまた、定粛に源右衛門に仕え、四男二女を産み、一生大切にされて幸せな人生を送ったのでした。晩年のおかよは、自らも豪邸に住み、息子は財閥の御曹司、さらに、娘は皇族になったのだそうです。勝ち組とはこのことですよね。幸せな晩年を過ごしたおかよ、大正5年1916年1月に病のため亡くなりました。そして、三井家の墓所に埋葬されたのでした。ところで祇園時代におかよと関係を持った男たちは他にもたくさんいました。外務大臣井上馨、大阪の豪商、藤田伝三郎、高鍋藩主、秋月長門の神など、とにかく半端なくそうそうたる男たちです。
大物しか相手にしていないおかよには脱帽です。いかがでしたでしょうか？今回は、時代の大物の男たちを渡り歩き、乗り換えることで、自ら道を切り開き、芸妓上がりでありながらも、そのずば抜けた美貌と、優れた手腕で自らの人生を切り開いた、京都祇園の伝説的芸妓、エラカヨのお話でした。美しいエラカヨの写真の数々も楽しんでいただけましたでしょうか？もしよかったなぁと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後まで動画を見てくださって、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。当時おかよを実際に見た歌舞伎役者の5代目中村歌右衛門は、後年。この年まで色々な女性を見てきましたが、子供の頃に見た、京都のおかよさんという芸者さんほど美人だなぁ、と思ったことはございません。何しろおかよさんの顔が光り輝いて見えるのですからね。